イギリスに着いたのが22歳のお誕生日でした。生まれは東京足立区千住下町生まれです。で父親が、戦後、和菓子屋を始めまして、記憶にあるのはちょうどその父親が始めた時にその家が借家だったんですけども、その一部の台所を使って和菓子屋を始めました。大きなおまんじゅうとかを作ったりして、それがすごく下町の人には喜ばれて、でだんだんと知名度が上がってきて、千住もなかというので大臣賞をもらって、一応東京千住の北屋ということでだんだんとお店を広げていきました。両親としてはこのまま姉が次私も次その和菓子屋をやってくれることが親としては嬉しかったと思いますけども、私としてはとにかくここから出なくちゃいけないというだんだんと思いが募ってきまして、でそんなんで日本を出ることを考えてたこともありますし、姉自身がやっぱり外国に出たかったと思うんですね。だからそんなことも含めて姉も私を支援してくれましたね。出ていけとでそんなんで出る決意をして、1970年当初は自由になりまして、たくさんの若者が出てきましたけども、そんなんで、両親は心配させたくはなかったので、とにかく3ヶ月という感じで出させてと、そして行く先も一応オーペアシステムというのがちょうど日本に紹介されたので、それを使っていきますと。でエージェンシーを通してオーペアの行く先を家庭を見つけてもらいました。横浜から出発してナホトカ経由で船を2泊して、で飛行機でモスクワに飛んで、モスクワから鉄道でイギリスに入ってきた自分なんですけども、ちょうどイギリスに着いた時にその家庭がホリデーだったんですね。ですからその近くのスイス人の女の子を対象としたホステルがセントジョンズルートにありまして、そこに行ったんですね。でもう2日目ぐらいにホームシックになっちゃって、もう悲しくなっちゃったなと思った時に、下から大阪弁が聞こえてきたんですそれでと思って下に行ったらば、その後お姉さんのように可愛がってくれた京子さんという人に出会ったんです。でその京子さんのおかげで私はもう本当に助けられて、でオーペアで2年まで滞在できたんですね。ですから3ヶ月経ってももちろん英語ものになりませんから、親を説得して1年いさせてくれと。その奥さんがとてもそのオーペアというものをよく理解してくださってて、だからオーペアというのはその1日に3時間なり手伝いをして、そして英語を勉強するのが目的だということで、部屋を与えられ、お小遣い5ポンド、その当時の5ポンドもらって食事与えられてという環境でいました。そして家族がまたホリデーとか行く時になれば、必ずその京子一人じゃ寂しいだろうから京子を呼びなさいって泊まらせてくれたりとか、クリスマスのディナーの時には京子も呼びなさいって言ってくださいと、とてもいい奥さんでした。ただすごくしっかりした人だったので、また姉から逃れてきた自分なのに、またそこの奥さんが例えば今日は学校休みたいなと思って学校行かないかったりすると、どうしたのかって、病気でもしてるのかってすぐ聞くし、だから嫌でも学校に行かなくてはいけないって、それが助かりましたね。日本を立って立った時にグループとして来たんですが、みんな若い者たちで、その中に仲良くなった人たちがいて、その一人の人が、仕事を探してたので、アクアスキュータムって今はないと聞いてますけど、バーバリーみたいな老舗のお店、そこがちょうど日本人の旅行者が増えてきて、通訳兼ショップアシスタントを初めて採用したいとで募集してたので、そのお友達のために連絡したんですね。で、アポイントメントが取れたんで、言ったらば彼女はもう興味ないと。で申し訳ないと思ってそこに電話したらば、じゃああなたはどうかって言われたので、結局そこフルタイムで働けてワークパミットが取れるんですね。一応じゃあということでそこを勤め始めました。そこで問題だったのはそこに働いてる人たちみんなイギリス人なんですけど、お客さんが来ない時にみんなで突っ立ってその冗談を言うわけですよね。その冗談が全然わからなかったんです。でも本当に自分は赤ん坊のようで、もう本当に気持ちが沈んでしまいまして、でそれでやっぱり学校に行った方がいいということでそこを辞めました。そのアクアスキュータムに勤めてる時に自分が勤めてた本店の中でスタッフの人が辞めることになって、パブでドリンクがあると。でそれでみんなでドリンクして、でその時にディスコに行こうと。でそのディスコに行った先でダンスしませんかと言われた、そのアクアスキュータムメンバーだったんですけども、将来の旦那ですね、知り合ったということで、そして彼との結婚ということが深刻になってきたので、このまんま
両親に報告しないで結婚というのはどうかと思ったので、全部荷物まとめて日本に帰ることにしました。でそしたらば今度彼がアクエスクリートも辞めて両親にお金を借りて日本に来たんです。それで日本でちゃんとその日本風に両親の前でひざまずいて結婚させてくださいとプロポーズそれをしたんですね。で1976年の夏に8月の後半にこちらにまた戻ってきました。そして10月に結婚しました。ここはその TSB の園田さんという方なんですけど、その方の麻雀友達の日本航空の堀田さんという方が知り合いで、その方のところに働いている日本人の女性パートの方なんですけど、しばらく産休でその人の仕事をする人を探しているという話で、とにかく面接来なさいと行きました。でそれで入りましたら本当にその通り3ヶ月後に彼の秘書をしていたメアリー・ジェンという人がカナダ航空に移ると。それでそのポストが空いたので、それで正社員に雇ってください。だから本当に日本のようなすごい厳しいその面接とかを超えてきた人間じゃなくて、本当に人を通していつも何かやらせていただいたっていう感じですごいラッキーだったと思います。その当時に和菓子屋って言ってもとにかくお客さんはねそこら辺にいるわけでないんでどうなるかわからないので、私はそのまま JAL を続けると。であなたがやってみて、でそういう感じで始めました。どうなるか分からなかったんですけど、今の工場をその20何年前に借りてやり始めました。で、私は9時5時の仕事を続けてモーゲージとか払うことをして、そしてあとはできる限り手伝いました。始めたのがちょうど長女が生まれた1986年の夏でした。でその父親がやはりイギリス人がどうして和菓子ができるかということで非常に不安に思ったので、最初は自分のところの職人さんをチーフを送ってくれて1ヶ月手伝というか教えてくれました。で次女が1992年に2月に生まれました。で93年翌年のちょうど1年後に日本航空にとってはリダンダンシーという大きなそういった削減をしなくちゃいけなくなって、でその解雇されたのをきっかけに本当は他の仕事を見つけようと思ったんですけど、もしかしてこれがチャンスかなと。でこれでどうかなるか分かんないけれども、とにかく私も一緒に和菓子をやった方がいいかなと思って、その時から2人でやり始めました。始めた時は、駐在員の方、日本人のお客様、こちらに住んでいて日本の和菓子が食べれるっていうので日本人のお客様を対象に始めたんですね。大きなところではバージンアトランティックがうちの旦那がやっぱりキミシュゲとかカノコとか作れたもんですから、そういうのをバージンのビジネスクラスに置きたいというのでバージンが定期的に取ってくださって、それをガトー行くまで配達に土曜日になると行ったりとかしてました。ほとんど栗どら焼き、大判栗どら焼きと普通のあんことカスタード、その3種類ぐらいで、あとアイスクリームも抹茶アイスクリームと小倉アイスクリームと栗アイスクリームとそんなくらいで、本当によく20年もやって本当に知恵がなかったんですけど、シシリ島出身の彼と、それから今は働いてませんけれども3年ぐらい働いてくれた高浦さんという人がその抹茶マスカルポーネとかいろいろ考案してくれて、その彼らのおかげでいろんな味が紹介されてきて、このどら焼きっていうのは結構簡単なそうで結構難しいんですね。でそれはやっぱり日本で、鍛えられた彼女だったから焼けたし、うちの旦那器用な旦那だったからたまたま焼けたと思ってそれずっといたんですけども、それはまた間違えたなと思ったのは、それまでにイリーナがちゃんとしっかり見てて、バトンタッチした時には彼女がもう機械的のようにもうパッタパッタそのどら焼きを作ってくれました。でその運転手やってた彼もちゃんと作れるなんて、ヨーロッパ人でもやれるんだって私は本当に反省しました。今自分はセミリタイア的な身分で本当に楽々してありがたいと思ってます。とにかく皆さんのおかげっていう感じですね。